皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中修司です。今回もですね、将棋ウォーズで実況対局のをやってまいりますので、ぜひぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。はい、ではね、早速やっていきたいと思います。今回も10分切れ負けで読み上げ音声を香川真奈女流4段に設定しております。あなたが後手です。はい、私後手番ですね。はい、相手方5段の方で非常に強い方ですね。はい。角交換ですね。角交換型の、一手損、先手番ですけど一手損して角を変える形ですね。はい。で6八銀と上がって、角を交換して、この後ね振り飛車にするか居飛車にするかっていうのがねわからないところですね、まだね。はい。で6六歩と、どちらも居飛車振り飛車どっちもいけるよっていう感じの指し方で、雰囲気的には振り飛車っぽいかなって感じですけど、もちろん7八金から6七銀と上がれば雁木ですね。雁木ですかね。飛車先ついちゃいますか。これで7七銀と上がれば矢倉の格好ですが、やはり6七銀と上がって、近年ね、非常に流行しているね雁木の形ですね。はい。で私の方は銀上がってね盛り上がる感じで、相手の方は雁木のね形を組んでますね。はい。私の方はちょっとね桂馬を飛んで飛車をね深く引く形でちょっとやってみましょうか。やってみようかなと思ってます。はい。あまりね前例がない感じのね局面ですね。もう早くもね、先手番で角を交換してこう行ってね損するんでね、角を交換するとね、それは珍しい指し方。銀出てきましたね。ちょっとこれは積極的な手ですね。何か動いてくる可能性もあるので、銀上がってきますか。この右の銀がねこう早く繰り出してきてるんで、結構ね早い素早い動きをね狙ってる可能性があります。金上がって離れ駒をね作らないでおくのがなんですか、相手の速攻をね受けないコツですね。で飛車を回ってきたんで、もしかしたら銀をね直進してくるかもしれないですね。どうしようかな。歩をついてきますか。こうやれば銀が出られないんで、もう物理的にね受けることができます。ただこの歩をつくとね、隙ができるんでね、すぐ角打ってきてもね角合わせれば何でもないです。はい。結構こうやって相手の方がね右の銀の繰り出しがこう早いですよね。これ早い時は素早くね動いてくる含みがかなりあるので、やっぱ受ける時にね、受けに回ってる時にゆっくりね慎重に指さないとダメですね。なんか自分の指したい手だけ指してると、今のも歩を使わないと一応銀をね立ってくる手があったんですね。6五銀とね、4五銀ですか、すいません、1500なんでね、4五銀と立って5四歩からね銀交換を狙ってくる手があったので、それをね受けたと。で歩をついてきました。で私も金上がってね、こうなるべく隙を作らないように組むと。飛車を回ってくればかなり積極的ですね。これでねさらにね飛車を回れば王様上がりましたが、これは、結構ね冷静な落ち着いた手ですね。飛車先行きましょう。同歩同飛車の時に飛車を引いてくるかもしれないですけど、歩を受けてくれれば飛車を深く引くっていう考え方ですね。歩を受けてきましたね。これで飛車をね、これねちょっと飛車先の歩を交換しなかったのは、桂馬を飛んでから飛車先の歩を交換すると、こうやってね飛車を手順に、もちろん浮き飛車もあるんですけど、一番下にねこう桂馬を飛んでから飛車先の交換で引くことができるっていうのが、今回ね私の方の、やりたい手だったということですね。さてそれで、王様をね寄ってきました。私上がってね指しますか。この辺りもね好みがあるところです。6八銀から6七銀とかね組み替えて指す指し方もありますし、私の方はね矢倉の形を生かして7九3一玉から2二玉とね入っていくつもりなんですけどね、飛車を引いてきました。これ桂頭で飛車回ってね逆襲しようってことでしょうか。さて、王様引きましょう。3一玉と引いてね、で相手の方の王様はもうこれ以上ねなかなか硬くならないので、1回はこう金上がりましたけど、この後ねなかなか硬くするのが大変ですね。もう金銀がこちらに裂かれてるんでね、端っこ1回ついて、王様も入っちゃうかな。はい。さあこれで7三桂と飛んでくるかどうか。さあここまで来るとねちょっとまた迷ってきますね。銀を立て替え直すのもね一つの一方なんですよね、指し方としてね。あとはもう自陣に角を打っちゃって、4三角と打ってね7五歩同歩8七角成とね攻めていく手を狙うっていう考え方もあるところです。
どうするのがいいかな。銀を引いて立て直すのもあり。銀を引いて、今言ったのはね、銀を引いて金上がって銀いきますか。じゃあちょっと立て直してみましょう。まあ、1二香と上がって、1一玉から2二銀って指し方もあるところです。まあ、これはね、4二銀か4三銀と上がって、まあ、雁木の形にね組み直すという指し方ですね。はい。まあ、これは持久戦、かなりじっくりとした持久戦に進みましたね。で桂跳びですが、これは飛車をね回ってくる含みですね。これだと角打ってみたくなりますね。自陣にね桂馬を飛んだんでね、角打ってみますかね。うまくいくかどうか打ってみますか。これはね、7六の地点を狙って次7五歩同歩7六で桂馬を取ろうということで、ただ自陣に角を打てばそうですね、相手の方もこうやって動いてくると。で桂頭を狙っていきます。さあどうでしょうか。でね動いてきましたね。まあこうやってね、やっぱり角を自陣や角をね打つと戦いが始まっていきますね。はい。まあこのね7五歩と3五歩3五歩という手は嫌な手なんですけれども、玉のね近くの歩をついてるんでね、振り飛車側としてもそんなに嬉しいね手じゃないんですよね。そこら辺がね私の方としてもね狙いどころですね。で歩をついてきました。まあこの同銀ですかね。この地点が空くとね、例えばまあこの辺で桂馬が手に入ればいつでもね、3六桂という手がまあ狙いになるわけですよね。で取ってきました。さあこの歩作るのがいいかな。さてこれでね、同銀に、まあ、歩を打って十字飛車こっち打てばね十字飛車筋もありますが、歩を打って桂馬を取りに行きます。さあこれで歩を突くんでしょうね。相手の方も何ていうんですか、これで桂馬が取れればね一方的な得ですが、何かそうですよね。で桂馬を先に取って、ただこれ桂馬取ると金が取れるんでね、さすがに同銀か同金か取るしかなくて、桂馬が逃げれるんでね、少しね取ってきましたか。これは勝負手ですね。金を取って、これはね少し優勢だと思います。この時にどうするか、先飛車だった方がいいか。と金寄るとね飛車置いて、ただそこで金打てるんでと金打っちゃいますか。もうこれはねと金が大きいので、と金がお互いにあるんですけど、私のと金の方が大きいんで局面は優勢だと思いますね。桂馬を打つって、さっき桂馬ね打ってみますか。これね桂馬ね、ここに桂馬を打てるのが大きいよって話したんですけど、これできついんですよね。この歩をついたんでいつでもこうね、隙をついてこれ剥がせますから、これで局面はねはっきり優勢ですね。と金打って金を狙いますか。王様がねこの金の取り合い、金桂を取り合った時に取り合った時の何ていうんですかね、響きの大きさが違ったんですね。こちらの金を取った方が私の方が王様は遠いんで、ちょっとと金のね位置がこう働きがいいですよね。このねと金の位置が、はい。なのでこれはね玉の硬さが生きてますよね、私の方のね。はい。まあいつでもねこう飛車を8七飛車成となれば飛車も行くので、まあこれで飛車成りますか。これ待望の一手ですね。まあすぐなってもよかったんですけど、もうちょっとポイントを稼いでからね、最後に飛車を成って、まあこれはね形勢がかなりね小勢に近い、優勢ですね。で端歩ですが一番ねきつい手ですが、これは、飛車を取りに行くのが一番早いですかね。金を打って。この端歩はね嫌な手なんですよね。やはりこう王様硬いんですけど、ここにと金がいるので挟み撃ちのね状況を作ればということですね。で寄ってきました。さてどうするのがいいかな。きっちりね寄せないと、怖いですからね。端から打ってきてね筋で頓死する可能性がありますから、ここはね油断せずにじっくり考えたいところです。こう受けとけばね一回硬いですが、飛車を取って同玉で寄ってしまえばね、それで竜もあって詰まなきゃ勝ちって形ですね。ここから角か金か打ってきて、パッと目詰まないんですけどね、金を打って王様引いてバラバラにして、でもただ万一詰んだらひどいですからね。あとここに角打って王手竜取りみたいな格好もあるので、どうでしょうか。読んでみますか。金を打って同桂同歩成王様を引く、詰まないと思うんですけどね。ただ金を打って王手飛車取りみたいな手が一応あるかな。そうですね、今話してるのは飛車を取って同玉で、8三金と打った方がいいかな。そうすると受けがなくてこちらの王様が詰むかどうかの勝負で、詰まなきゃ勝ちですけど、逆に言うと詰まってしまうと大逆転負けになるので、それを今読んでます。怖いかな。バラバラに歩なってくる筋の方が危ないかな。同桂で桂馬を打って上がって、そうすると角打ってきて危ないかな。飛車を持ってれば飛車合いで詰まない。飛車合いで向こうに受けがあるということはありえないなって、同桂で桂馬打って王様、いや今ね
こっちの王様が詰むかどうかの、まあ飛車取ってます、とりあえず分かりやすくね。でこれ多分同玉なんですよ。で同玉の時にこれでこっちの王様詰めろになってるかどうかをね読んでるわけですね。今駒いっぱいくっついてるんですけど、これと金がいるんでね危ないかもということで考えてます。金から入るのは王様引いて駒が足らなそうな気がするんですよね。バラバラ金打ってバラバラにしてもね。なので一番怖いのは歩成りですね。桂馬2枚持ってるんで歩成り同桂で9六桂が一番怖い筋。その時に王様上がって大丈夫そうかな。金打ってみますか。さあこれがね一番対局将棋指してると一番これ怖いところですね。まあ必至をかけて、まあ必至というかまあこれ包囲して、これ次にね2一竜とかすみません8九竜とかまあいっぱい詰みがあるんで受けは相当難しいんですけど、駒をこれだけ持ってるんで私の王様がいきなり詰むかどうかという勝負ですね。はい。まあこれは詰まないよという手ですね。詰みません、私の王様詰まないので受け出しで勝ちですっていう手なんですけど、もちろんしっかり読まないとね詰んでしまうと負けになるんでね。まあもし例えば危ないんなら歩を受けたりねしておく手もあったと思います。金ですか、歩成りもあったんですけどね、金だと王様引くのが一番手堅いと思うんですよね。まあバラバラにしちゃう手もあるんですけど、王様引いた時に角金ちょっとね王様引いて駒が足らないというね読みなんですけどね。でこの時に竜を8七竜を、まあ、4七竜と回ってもこれ金打たないでね、この金を打たないで竜を回っても必至っていうかかなり受けにくかったんですけど、そうすると持ち駒の金をね4一金と打って同玉に、7四角というね打ってこの竜を取る王手竜取りのね粘りが一応あったので金を打ったところですね。はい。さあこれで角金ですよね。まだ怖いですが駒がねちょっと足らないんではないか。そうですね、歩成りがね一番怖い筋なんですけど、これ同桂でこれでねわずかに足らないんではないかっていうのが私の読みですけど、怖いですねまだね。さあこれで王様を上がって角で引くのが一番硬いかなと思ったんですけどね。まあでも一応ね一手一手読みをね慎重に確認した方がいいですね。3三玉と上がって、2二角に3二玉で持ち駒は金しかないの、金と桂なので、詰まないというのが読みです。ただね読み抜けすると頓死します。これは非常に危ないですね。角上がって取り込んで角打ってくる、バラバラにして、結構危ないか。玉今言ってるのは玉を上がって一回取り込んでから角打つ手があるかもしれないところですね。引いた方がより安全ですかね。引いて金で寄る手もあるんですよ。ここは難しいですね、迷います。引いて頓死したらひどいんでね、引いて金で寄る、それもね詰まなそう、全部詰まなそうなんてね迷いますよね。全部詰まなそうはね危ないやつです。はい。全部詰まなそうっていうのはどこに逃げても詰まなそうっていうのはね危ないことが多いんで、まあこれ慎重にね3分ありますからね。玉を上がるとね3四歩がちょっと怖いんですよ。同角で角打ってね、で引いた時に3三に歩が打てるようになるんで寄った方がいいかな。寄って角で引く、寄りましょう。上がろうかと思ったんですけど取り込みがねちょっと嫌な手なのでね、やっぱりね将棋は際どくなるんですよね。際どく、まあこれは慎重に読めばね詰まないんですけど、やはりね楽観してたりしてね雑に考えてしまうとこういうので詰んでしまうことが将棋にはありますから、まあだから先ほどねちょっと言いかけたんですけど、金打つと怖ければ歩を受けたりしたりとかね、もうちょっとゆっくり指す、あるいはこの歩同香と取るとかね、なんかいろいろこう受けに回って指してねもっとゆっくり、手勝ちするっていう指し方はねあったところですね。はい。これは一直線に踏み込んでこれで先手の一番これでね詰まないのが分かっていれば、詰まないって読み切れればねこれで相手の王様は受けがないわけですから、一番早い勝ちなんですね。一番早くて一番安全、ある意味安全な勝ち方。受けに回ってねやっぱりこう相手の王様がなかなか詰まなくなったりすることもありますので、いわゆる必至をかけて詰まなきゃ勝ちっていう形を作ることが将棋ではね登場ですね。ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。今回もですね将棋大勢実況対局の方をやってまいりました。戦型がねなんていうんですかね、結構力戦形ですね。角交換型で出だしが同じことはなくてもなんか組み上がった形は近年流行のね形と言っていいような感じですかね。非常に力戦形で定石が少ないんですけれども、
なんか似た形は多いみたいな、なんていうんですかね、複雑なんですけど、そういった将棋でした。この将棋のね詳しい解説ポイントなどは将棋ウォーズのね解説編動画の方で、上げていきますので、そちらの方も合わせてぜひぜひご覧ください。この動画が良かったなという方はグッドボタンを、チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。